おはようございます。画家の小木曽です。今日はちょっと緊急にちょっと動画をお作りいたしました。皆さんにですね、鬼講評というので、いくつかちょっと難しい言葉として、画面全面に責任を取りましょうということを言うてますよね。サムネイル詐欺ではないですよ。責任を取るってどういうことなんだろうっていうのをうまく伝える方法をずっと考えていたんですが、今回この度こういう作品の動画を作りました。勝負園ですね。勝負ジャパニーズアイリスですね。でこれポイントはですね、油絵なんですけども、基本的にはやっぱ同じです。もう水彩もアクリルもデッサンも実は基本的な部分って同じなんですね。だからちょっとこうしっかりこの辺りを理解できると、すごくこう作品がぐっとクオリティというのが上がっていきます。でそして、これポイントはナイフだけで描いています。ナイフね、パレットナイフと呼ばれるものだけで描いていく。なかなかこれは難しいんですけども、その不器用の中に、うまく扱えない中で描いていくことによってどう責任を取っていくか、そして雑と大胆の違いみたいなのがうまく現れた動画かなと思いますので、ぜひ、寝る前にごゆっくりお楽しみいただければと思います。では最後までどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。パレットナイフのみで描いたということですね。で白いキャンバスボード6号を用意しておきました。一手一手ですね、大事に置いていくんですが、下書きももうなしで、やっております。下書きぐらいはしておいてもいいと思いますし、なんかこうインプリマトゥーラといって、下地に色を塗っておくことの方が皆さんにとってはやりやすいかなと思いますが、私はちょっとですね、今回は皆様のために、責任を取るというのはどういうことかとか、雑と丁寧の違いはどういうことかとか、画面全面を見ながら描くとはどういうことか、こういった一般の人に難しい課題を分かりやすくお伝えするためにどうしたらいいかと考えたところ、じゃあ一番こうなんていうか難しいというかですね、ナイフという呼ばれる、筆とかはですね一般的に皆さん使っていますけども、これアイリスが少し形が見えてきましたよね。筆とかよりは扱いづらい、鉛筆なんかよりも扱いづらい。でも一手一手を大事に、渾身の絵の具を置いていくぐらいの気持ちでやっていくと完成していくんですよというのがお見せしたくて、急遽こういった動画をお作りいたしました。サムネイル詐欺だ聞こえてきそうですが、そういう意味じゃございません。今葉っぱの色ですね、しっかり混色をまずしましょう。しっかり混色、してですね、絵の具をこの辺りかなアイリスの形、これぐらいでも見えてるの分かりますか？輪郭をググっとくぐってしまう人もおられますけども、今外側から形を決めました。こういったネガティブペインティングと呼ばれるんですか。そういったこともやっぱりやっていくわけですね。油絵やからとか水彩やからって関係ないんですよ、実は。だから描ける人には描けるんですね。だから理解できているか否かなんですよ。難しいですね。でそれが理解できるとすごく皆さん成長しますよ。私は鬼講評というのをやっているんですが、その中でちょこちょこ言われるんですね。もっと厳しく指導しろとか、お前の雑談なんか聞きたくないとか。でですね、そういうのにイライラしているのを皆さん面白がっているんでしょうが、ですね、そういうことを言う人っていうのは実はこういうこと全く理解できてないんですよ。もう本当に唯我独尊、人の言うことを聞かない。要は、他の人の絵を見て想像するとか考えるということができない人がいるんですね。でそういう人っていうのほど他の人の絵を見て自分の絵との比較ができないということがあるんですね。だから人の絵を見ることもすごく大事です。そしてなぜ雑談をしているかというと、絵が面白くないから、その人の絵にコメントすることがすごく少ないから雑談をするというパターンと、ちょっと今回は倍速を少し使わせてもらってます。逆にすごく面白いけども何か
いいけども面白みがないという時に案外こうコメントが少なくなるんですね。多分皆様もやってみたらいいと思うんです。心の中でこう唱えてみてですね。そして画面全面に絵の具を置いていっているの分かりますか？そしてこう絵の具が画面全面に塗られていって、乾かないうちもちょっと大事に絵の具を置いていってるんですね。先ほどのところは8倍速というスピードなんでカカカカカカカと動きましたけども、実際はこのぐらいでいっていってこうかなああかな、そして今花を描いたり花の外側を描いたりということで、同時に画面全面を見ながらね、ちょっとこう抽象的な感じで、でもなんとなくアイリスじゃないですね、花勝負ですかに見えてくるの分かりませんかね。分かっていただけるとありがたいんでございますが、いろんな種類がですね今勝負絵なんていうのは咲いていますし、ちょうど今の時期ぐらいがもうちょっとねピークを過ぎているかもしれませんが、皆様のお近くにそういったところがあれば難しそうとかって言うてもですね、ぜひこう写真でも撮られて家で描いてみて、よし今回思い切ってナイフで描いてあげようかなとかね、すごくこなれてるという自信がある人はね左手で描いてみるといいですよ。利き手以外の方ですね。そうすることによってものすごい慎重になります。また8倍速になりました。僕の友人の初代ゲームオタクの人に頼んでます。なんとか名人です、ジョークです。でこういうふうにですね言っていって置く、絵の具が乾かないうちに置くですね。でちょっと今ピンク色みたいなのが画面の中に入ってきましたが、これマゼンダ、スーパーマゼンダという色ですね。上から白、黒、スーパーマゼンダ、カドミウムレッド、これなんですっけね、青、なんとかサファイアブルーみたいなやつと、コバルトブルー、カドミウムグリーン、カドミウムイエローかな。ちょっと順番今逆になりましたな。カドミウムイエロー、カドミウムグリーンです。という感じでこう全面に、そして暗いアクセントで画面を引き締めているんです。そしてただ置いていってるだけじゃなくてですね、拭き取ったりもしてるんですよ。でそれによって線を出したり、今わかります、花をいっぱい描いているというか、10日ほどそして乾燥をさせました。完全に乾燥で、花と花の周り、葉っぱ同時に描いていって、ほら慎重に、こんな慎重に置いてるんですよ。でも出来上がりとしてはすごいダイナミックな絵になっているのが分かりますか。そして、モチーフの周りを描くことによってモチーフが見えてくるということも指し示すことができる動画になったのではないかなと思って、ちょっと慌てて公開いたしました。今ちょっとですね、作画動画渋滞が起きてるんですが、鬼好評というのをさせてもらっていますが、こういうのをちゃんと見ていくと、自分の絵にナイフを使わずとも筆でも透明水彩でもアクリルでも、デッサンでも実は同じことなんですよ。本当に。なんであなたはこんなの描けるんですか、いろんなの描けるんですかって声が聞こえてきそうな気もしますが、分かってるからなんですよ。で僕はこういうのをやっぱり、ね、昔ですね、東京芸術大学という日本一難しいとされる大学の入学試験を受けました。でそこの大学を受けるためにはいろんな絵をまず描いてみたんですね、私は。だからこういうナイフだけで描いた絵の具自体はものすごく厚くなっている。でもじゃあナイフだけで描いていったら何か違うのかって言ったら基本的に違わないんですよ。同じなんです実は。でそういうのが分かりやすく、今茎を描いたり茎の周りを描いたりで厳密にはやってないです。さすがに厳密に描こうと思ったら筆とかの方がやっぱりですね、細かい描画は難しいですが、今暗い色を塗った上にまたこう、そして8倍速でペペペペペ、名人に頼みました。で画面全面をですね、でも細かいところもなんとか筆パレットナイフだけで描いていったんですね。頑張ったでしょう。ちょん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 で素敵やないですか。ちょっとなんか昔の芸人さんみたいですね。こんなん素敵やんみたいな感じじゃないですか。お花の方のデテールも描いていきながら、また8倍速でちょっとお見せしておきます。最後の方に少し行っていってをもう少し拡大してお見せしておきます。ここで、そして、最後は1分間にちょうどこれ1時間半ですね、2日間に分けて、間10日間空けて乾燥させて、2日間に分けて、描いた作品トータルで、90分で描いた6号の作品です。ニコラ・
ドスタールという絵描きさんがいます。もう一度言います。ニコラ・ドスタールという絵描きさん。実は頭にはそういった作家さんが思い浮かびながら制作しているんですよという最後に、ヒント、種明かしをいたしました。ぜひインターネットのヤホーさんとかGoogle さんですか、Google さんですかでぜひ調べてみられてみてください。こんな感じで、完成しました。ヴィンセント・バン・ゴッホのような感じもしますし、なんとなく花勝負に見えてくればいいんじゃないかなと思います。もう一度最後に1分間のダイジェスト、これは切っていませんので全部がずっとつながっていっておりますね。全面塗って緑色なんかこうね、本当は地塗り塗っといた方が楽やのになと思いながらですね、花を描いても花を外側から緑とか塗ってですね、でん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 ってちょっとずつ、ようやくキャンバスが埋まってきて、きつかったな、しんどいななんて思いながら、ようやく青とか緑とか紫とか入ってきて、白い花とかも黄色とかも画面の中で黄色とこの辺置いたらいいかなとかをやりながら、ピンク構成上この辺かの辺かの辺かなみたいな感じでっていう風に言って、間1日10日間で乾燥させて最後完成させました。解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。過去最短の短い動画だったと思うんですけども、何度もこう繰り返して画面全面を見るとか、筆さばきっていうのは、例えばこれはナイフやけども、他の画材も実は同じような意識でやってみるとかっていうことを連動させて脳みそで考えてあげると、いい作品につながってきます。必ずつながってきますので、ぜひですね、頑張ってこういったことを理解して、責任を取る、画面全面に責任を取るということを理解してもらえたらいい作品になるかと思いますので、また楽しみにしております。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。